はい、皆さんこんにちは。茶バラの時間がやってきました。茶バラとは、お茶を楽しもうをキーワードに、お茶に関する様々な情報をお届けいたします。さあ、今日のお茶はですね、玉露をですね、入れていきます。で、以前ね、僕が作ったお茶なんですけども、2年くらい経つんかな。で、本当はね、今年もお茶を飲みたいんですけども、まだできてないんでね、ちょうど今お茶がどんどん大きくなってくる最中なんでね、それを、ちょっと楽しみにしていただきつつ、昔作ったお茶をですね、飲みたいと思います。で、今湯冷ましをね、お湯を冷ましているんですけども、ちょっと桜のね柄のこちら茶碗を今日は使おうと思います。もう本当にね、コロナウイルスのせいでと言いますか、何もできないですから、家にいてしばらくですね、じっとするしかないかなとか思うんですけども、本当にお茶を飲むくらいしかね、やることはないんですよね。なので少しでもね、家にいる時間が楽しいものになるように、美味しいお茶を今日は飲みます。いい香り。お湯の温度をチェックして、だいたいね、玉露はお茶の葉の量を多めに入れると美味しく入るんですよ。で、1人前でいうと 5g くらいね、入れた方がいいと思ってます。で、お湯の量はできるだけ少なくですね、本当に浸るくらいでいいんですけども、お茶の葉っぱの開く様子を見ながらですね、ちょうど今が入れ時だっていうのを自分の中で、物差しというのを、見つけていただけると、その後初めて飲む玉露でもね、美味しさがそんなにブレずにですね、美味しいところを引き出すことができます。で、お茶の葉の開くスピードっていうのはお湯の温度によって左右されます。お湯の温度が高ければ高いほど早く開きますし、お湯の温度が低ければ低いほどゆっくりと開いていきます。その開いていく状況をですね、こうパッと見ながらですね、今がちょうど入れ時だっていうのを判断していただければと思います。で、注ぐのもね、気持ち早めに注ぐというタイミングがですよ、気持ち早めに注いでいただいた方が、例えばまだちょっと薄いなと思ったらちょっと一回切って、こういうふうに何回も注ぎ直すことで濃さがどんどん濃くなっていきますから、一度ね濃くなりすぎると元に戻すということができないので、最初のうちはですね、ちょっと気持ち早いかなっていうところで注ぎ始めると、そんなにね失敗することはないです。で、玉露に関して言うと、お湯の温度を低めに入れてあげれば、時間が多少長くなってもですね、そんなに苦い渋いところっていうのが出にくいですから、できるだけ低い温度で入れることをお勧めします。いい香り。ちょっとね色がひねるというか、しばらく経っているので、ちょっと茶色っぽくなってるんですけども、いただきます。甘い。うまみがねぎゅーっと凝縮してね、ほっとしますね。それでは早速最初のコーナーに行きましょう。最初のコーナーは、今日はですね、茶工場、京番茶を作る茶工場に行ってきた映像です。それではどうぞ。はい、これはですね、京番茶の工場です。で、京番茶と言いますと、京都でよく飲まれているお茶なんですけども、京都で番茶って言えばこちらの京番茶のことを指します。で、これはですね、大きい葉を使って、作るお茶です。まずは蒸して葉と茎に分けます。蒸したお茶の葉なんですが、ここで乾かします。
で乾かしたらね、もう長いこと保存ができる状態になるので、ここまでの作業が、収穫してからの京番茶の作業になります。でこの蒸し上がった葉っぱはですね、高温の熱風でカラカラになるまで乾かします。でこれ昔はですね、太陽の光、日光の下で乾かしていたんですが、今はですね、こういう温風で乾かします。だいたいですね、1時間くらいでカラカラになるという話なんですけど、このやっている時期は今では春と秋の2回ですが、昔手摘みやった頃はこれ6月のとっても暑い頃にやっていたので、本当に辛い作業だったという話を聞きました。でこの仕上がったお茶の葉はこのまま製品になるのではなく、この後麹ることで、京番茶になっていきます。やってて楽しいっていうのはどういうところがあるんですか？楽しみもたなできんわな。それ一つ一つ完璧にできること自体が楽しい。せないかん、せないかんできることが楽しい。普通の俺もそういう窓口だとか気持ちいいよな。それが面白いの言い方、これできることだなとか、そういうことはやりたいよと。そういうのもすぐもカードして、こういうカードを完成すると、あと法人のことになってこちらみたいな。そんなんが一つの楽しみとして、せなしゃあないわな。別に楽しみを持たなんできん。楽しみを持ってせなな。毎日の仕事で、これもからんわ思ったらできん。職人さんですよね、それは。一つの職人みたいなもんよ。でこれ石臼でひいた抹茶を美味しく飲みたいということなんですけども、大体ね、お茶を作る、抹茶を作る体験で石臼でひく体験っていうのは結構京都ではポピュラーというかあちこちであるんですよね。でその石臼でひいたお茶を抹茶で、茶筅で立ててですね、抹茶として飲むっていうことがあるんですけども、これがですね、美味しくないわけですよ。で、なんで美味しくないかっていうと、この粒子が粗いというか、飲んだ時にザラつきがすごくあるんですよね。で、そのザラつきを、取るにはどうすればいいかっていうことを今、これ検証しました。で、これね、まず、お茶のストレーナーですね。ストレーナーを使って、こして大きなものをですね、破片を上に残すという作戦でやったんですけども、これがですね、全然効果がないわけですよ。これ網がですね、見た感じではすごく細かいんですけども、実際ですね、この網を通って下に落ちた、この粉末はまだまだ粗いわけですよ。で、これで茶筅を使ってですね、立ててみたんですけども、なかなかね、ざらつきが残っていたということで、この茶こしを何回かですね、繰り返しこすという作業もその後やってみました。でも、やっぱり一緒なんですよね。ちょっと揺らしたら落ちるくらいっていうくらいの、この目の粗さでしたらですね、全然効かないということで、この口当たりをどうすればいいかっていうのはですね、引き続き、考えていかなきゃいけないという課題を、見つけただけでありました。味はいいのでね、なんとかしようと思っています。お茶の木ってなかなかね、売ってないじゃないですか。なので、お茶の木をですね、販売するために、苗をね、作ろうと思ってます。で、いろんな苗の作り方っていうのがありまして、今はですね、挿し木で挿して増やすっていうのが一般的なんですけども、昔は全てですね、種を植えてそこから発芽させてたんですね。で、種を植えると、自家不和合性っていう性質上、同じものが出来上がらないんですよ。そのおしべとめしべの掛け合わせによっていろんな亜種というか違う種類のお茶っていうのが出来上がって、それは
お茶の味についてはバラバラになるので統一性がなくなるので、良くないとされてました。なので、高度経済成長期にどんどんですね、お茶はその品種化されることになって一つの種類を増やすために挿し木で、一気に増やしたんですね。でそれは、同じ味による品質向上であったり、例えば、病気や虫に強い品種とか、あとは収量がたくさんできる、あと、育つ時期が同じによる、品質の安定化とかさまざまないい点があったんですけども、最近ね、昔のお茶も一回飲んでみたいなっていうことで、その未生っていうんですけども、種で増やしたお茶っていうのも結構ね、また見直されてきてるんですよ。そういう風なのも含めてお茶の種、今回植えてみることにしました。今日はお茶の種を植えます。まず用意するのはブルーベリー用の土なんですよね。で、去年の秋に拾っておいたお茶の種、水にね沈むやつがいいっていうことなんですけども、ちょっとカビ臭いな。ほとんど浮いてるんちゃうの。6と、これ1000個浮いてるやつ取りました。で、今気づいたんですけども、全部浮いてます。沈んでる沈んでる種ですねっていうのはないですね。こんな感じで、まあこれ2000個ぐらいあると思うんですけども、そのうちの3つだけ。ということで、今日は4月の9日、植え付け完了です。さあ、いかがでしたでしょうか。茶バラ第2回目ということで、まだちょっと模索しているところはあるんですけども、どうなんでしょうね。皆さんからの、ご意見、ご感想などコメントをですね、いただければと思います。本当に今、大変な時期になっております。でも、お茶を飲んでですね、ちょっと一息つく時間っていうのも絶対にあった方がいいと思うので、これからも茶バラ、たまにですね配信していこうと思っております。で、お茶畑の映像今結構ですね取りためていってます。で、お茶の芽がどんどんですね今の時期大きくなる時期ではありますので、それもですね成長する様子なども映像にしていきたいと思っておりますので、ぜひですね皆さんこれからも茶バラをよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。